今日はですね、巨大ウツボを狙いに行きます。大きいやつだと2メーター近く、そして重さは10キロを超えるとんでもないウツボがいるんですけども、そいつを今日は狙いに行こうかなと思います。2年ぶりですね。もう本当に力が強くて、そいつを突くとほぼほぼ確実に水中銃がダメになるんで、なかなか突くことはないんですけども、今日は久しぶりにね、そいつを狙っていこうと思います。ちなみにね、噛まれたら、指は飛ぶだろうね。なかなかね、強烈なんですよ。ちょっと緊張しますね。今ね、ポイントに向かってます。よーし、行きましょう。捜索開始から2時間、ついに奴が現れました。早速潜っていきましょう。水面からでも確認できる頭。これはかなり大きいでしょう。待ち構えていたのは推定1メーター50センチ、巨大な毒ウツボ。このサイズのウツボには天敵がいません。人間が近づいても全く逃げる素振りを見せません。これが生態系の頂点に立つものの姿です。と、ここで一旦浮上するのですが、浮上間際、さらに大きいウツボを見つけました。そいつを狙っていきます。潜行開始。どうやらここはウツボの巣窟のようです。3匹もいます。マサル視点で見ていきましょう。こいつはかなり大きいです。打ちどころによっては噛まれる危険性もあります。慎重に狙いを定めていきます。ヒット。残念ながら致命傷は与えられず、とんでもない力で穴に引っ張られますが、ここは力勝負。無理やり引き抜きますが、あまりの強さにパワー負けしてしまいました。これは長期戦になりそうです。マサルと比較すると人間の身長ほどあることが分かりますね。穴に潜られたら大変なのでラインを思いっきり引っ張っています。なんとか引っ張り出せましたが大暴れです。やっぱね、動画で見ると小さく見えると思うんですけど、この棒が170センチあります。なんで結構ね、でかいんですよ。と、ここでちぎれてしまいました。穴の中に入っていってしまいました。さて、穴が浅いことを祈りつつ、再び追っかけていきます。潜行開始。とりあえず一発目はウツボのポジショニングを確認します。いました。尻尾だけが見えますね。ただ尻尾をついても回収するのは難しいでしょう。これは少し難易度が高そうですね。さて、息を整えて2回目。先ほどの穴に狙いを定めていきます。ヒットしたのか、いや、ついていません。どうやら逃げられてしまったようです。一旦浮上することにしました。ただ、まだ諦めるわけにはいきません。しつこく潜り続けていきます。
さて今回は取れたのか。来ました。この刺さり方なら抜けることはないでしょう。ということでこちらが今回の狙いの魚、ニセゴイシウツボです。結局30分ぐらい格闘してました。いやー取れてよかった。とはいえこの状態でも噛まれたらただでは済みません。まだ油断はできません。カメラマン荻原は噛まれるのが怖くないのでしょうか。まあこれがプロ魂ってやつですよ。彼の度胸に拍手を送りましょう。ウツボは皮が硬くて水中では締められないんで、早速陸に上がって締めていくことにします。いや、陸に上げるとバケモンみたいにでかいですよね。多分普通は氷締めとかで締めると思うんですけど、このまま持って歩くのはさすがに危なくないですか。なんで物理的に締めることにしました。閉まらんな。結局ナイフで締めることは諦め、石で締めることに。さてようやく締まったところで陸に戻って調理していきますか。はい、ということでニセゴイシウツボを取ってきたんですけども、やっぱ水中時でやると取るの大変ですね。まあこんな感じの見た目してるんですけど、実は結構美味しくて、今はねコロナで売れないんですけど、沖縄とかではね結構ねいい値段がついたりしてたんですよ。まあこれ3、4千ぐらいで売れてました。美味しい魚なんで今回ちょっと楽しみにしております。ということで早速観察していきましょう。はい、こちらが全体像になっております。結構長いですね。長さ 1m40 ぐらいで重さは 8kg ぐらいですね。めちゃめちゃスリム、モデル体型。もう本当はね脳天にねぶち込んで取るのが一番いいんですけど、ウツボの皮めちゃめちゃ分厚いし、ここら辺にね脳天があるんですけど、ここの肉がとんでもなくまた分厚いんですよ。めちゃめちゃ研いでない限りこんな感じで脳天に打ち込んでも途中でねブレちゃうんですよね。スルって頭蓋骨までいかないんですよ。それでちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいました。でこの模様も集合体恐怖症の人はきついんじゃないかな。でこれ面白いのがニセゴイシウツボって成長に伴ってこれ模様がね分裂していくんですよ。ほらほらほら、これ分裂してるの分かるでしょ。ほらこうやってね模様が分裂するんですよ。もうちょっと分かりやすいのないかな。ほら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 、これもうほとんど分裂しかかってるやつ。もうそんな感じでもう成長すれば成長するほどブツブツが増えていく魚なんですよ。面白いですよね。逆に言えば幼少期はこの結構大きめの斑点がまあポチスポーツあるみたいな感じなんですけど、このでかくなった時の模様があまりにも違いすぎて、幼少期のニセゴイシウツボと大きくなったニセゴイシウツボ全く別の種類だと思われてて、昔はまあ斑点が少ないちっちゃい方をゴイシウツボで、ぶっつぶつになったでかいやつをニセゴイシウツボって呼んでたんですけど、これ実は同じ種類だったぞっていうことが判明して、結果どうなったかっていうと、このニセゴイシウツボだけが残りましたよとそういうわけでございます。ニセが残った。はい、ということで今日はこちらのニセゴイシウツボなんですけども、叩きにして食べていこうかなと思っております。ということで早速調理していきましょう。はい、ということでやっていくんですけども、絵面強いなこれ。で、ウツボはですね、鱗がないんですけども、これぬめりがね、すごいんで、これぬめりを包丁で落としていきます。色変わってるの分かるんじゃないかな。白色からちょっと茶色っぽくなってるのが。ほら、これがぬめりですよ。ぬちゃぬちゃ。まあ、塩もみとかしてもいいんですけどね。まあ、これでもぬめり取れるんで僕はこれでやってます。まあ別にぬめりなんて取らなくてもね、全然食えはするんですけど、やっぱぬめり取った方が美味しいんですよね。せっかくなんで、美味しく食べたいじゃないですか。よし、いいだろう。さて、ようやくぬめり取りが終わりました。こっからね、頭を外していきましょう。まあ、ウツボはね、ここに胸びれがないんですけど、ここにね、エラがあるんで、まあ、ここら辺から落としていきます。はい、それでは頭を落としていきましょう。結構ね、皮が硬いんですよね。皮が硬いんで、包丁通るかな。うわー、硬え。めっちゃ硬いわ。よいしょ。じゃあ反対側行きましょう。うわ、硬えな。久しぶりにウツボさばくとめちゃめちゃさばきづらいなこれ。で、ウツボはここヒレの部分が結構硬いんで、ここハサミでいきますね。はい、頭が取れました。次は、ね、お腹を開いていきましょうか。肛門から包丁入れていきます。硬え。スーッとはいかないですね。皮が硬いんで。
ほらよいしょ、勝て。包丁が切れないのかな。ちょうど新品の出刃があったんで、これでさばいています。変わらん。なんならこっちの方が全然無理だな。ダメでした。シンプルに硬いんだわ、こいつ。ほら。普通にやっても包丁の切り込みすら入らんからね。一発じゃ。勝て。よいしょ。で、今皮が切れたんですけど、まだ身が残ってるんで、ここも切っていきましょう。身は柔らかいでしょ。これ脾臓かな。めちゃめちゃ大きいね、脾臓が。多分脾臓っていう臓器なんですけど、なんかね、大きい魚って内臓と身がね、なんか膜で繋がってるんですよね。こいつも大きい魚なんで膜で繋がってますね。よう繋がってるな、これ。どうしよう。大変だ。これから一気にいっちゃうか。おそらくね、長い白いやつが胃袋ですね。なんか入ってるかな。一応開けてみましょうか。あ、やべえ。胆汁が出てきた。わ、大惨事だ。胆汁出てくんなよ。潰すと臭い汁なんですけど、これを潰すと身に色がついちゃうんで良くないんですよ。うわ、臭っ。さて、胃袋の中をね、見ていきましょうか。なんか入ってるかな。あ、なんも入ってないですね。ここに気持ち程度のね、浮き袋がありました。なんか意外と内臓が結構すごい構造してるとかなかったですね。で、ここのね、血を洗い流していきます。めちゃめちゃ血が黒いんだけど。取ったの昨日なんだけどな。こんな血黒いことある？やばっ。はい、ということで胴体綺麗になったんですけども、せっかくなんで皆さんにね、見せたいものがあります。ウツボってね、ここに口があるんですけど、もう一つの歯、咽頭歯っていうのがね、実はこの中にあるんですよ。それをね、皆さんに見せようと思います。せっかくなんでね。これ分かりづらいかな。これ、口になってるの分かるかな。こっちが咽頭歯の下顎。ここにね、上顎があるんですよ。で、ここで、こうやって噛む感じ。まあ、ここら辺にありました。こうやって噛む感じ。ほら、近くで見たら分かると思うんですけど、こんな感じで牙が生えてるんですね。まあ、これはなんか、食べ物を噛み砕くとか、そういう目的っていうよりは、水中だと生きたものを食べることが多いんですけど、その生きたものをパクって、この口で食べて、飲み込んで、これでね、出てこないようにしてるんですよ。咽頭歯で出てこないようにしてるんですよ。はい、それではね、ここから下ろしていくんですけども、ウツボって、肛門があるところより上側と、この肛門があるところよりも尻尾側で、骨の入り方がね、全く違うんで、ここで切り落としてから三枚おろしにしていきます。じゃあ切っていきましょう。いいぜー。皮硬いな、相変わらず。じゃあ反対側。よいしょ。はい、それじゃあまずは尻尾から落としていきましょうか。尻尾の先っぽの方はもう本当に骨しか入ってないんで、この辺から切り落とします。骨だらけなんですよ。恐竜の尻尾みたいだよな、マジで。よいしょ。かわいい。じゃあ下ろしていきましょうか。ウツボはね、マジでやっぱり魚の中でもトップレベルにさばくのが難しいと思います。3枚におろすのですら難しいんですけども、3枚におろした後に骨切りしないといけないんですよ。骨が大量に入ってるんで。でもなんか超久しぶりにさばいてもなんとなくさばけるもんだね。うわー、ここに黒いとこがあるぞ。ちなみにこのニセゴイシウツボ、やっぱでかいやつだとシガテラ当たる可能性全然あります。今シガテラガチやってるんで、食中毒リスクはしっかりあると。まあ冒頭に言ったんですけど、沖縄では売られてるって言ってるんですけど、沖縄はもうなんか多分当たってもいいと思いながら食べてますね。何の管理もしてないんで、当たったらその時やろって思いながら買って売ってるんだと思います。さっきのノロウイルスみたいなもんだよね。はい、取れました。結構綺麗な白身ですよね。じゃあ反対側も行きましょうか。今度は寄りで行こうか。みんな近くから見てくれ。
もうこのウツボね、実際美味しいんで、島でもね、出してる居酒屋があるんですけど、どうやってその毒の管理とかしてるんですかって言ったら、客に出す前に毒味してるから大丈夫だわって言ってて、人体実験してる人いました。もう今回僕も人体実験して、食中毒当たらんかったら、島の友達にあげに行こうかなと思ってます。美味しいんですけどね、めちゃくちゃ。反対側めちゃくちゃさばきづらいな。めっちゃむずい。なんとか取れた。大変だ。はい、それでは次、胴体部分いきましょう。こっちの方が骨が少なくて食べやすいです。で、こっから包丁入れまして、硬い。背びれの骨に沿って切っていくんですけど、この背びれの骨がね、また細くてね、合わせるのが難しいんですよね。もう初回の時、ウツボさばいたら、もう下手くそっていうコメントがもうね、とんでもなく多かったんですよ。確かに下手くそだったんですけどね。本当にね、でも初見でさばける魚ではないですよ。めちゃめちゃ難しい。普通魚って背びれと背骨の骨が繋がってて、それに沿ってね、包丁入れていけるんですけど、ウツボはね、ここの骨が離れてるんですよ。だから沿わせるものがないんですね。だからもうこれはね、感覚でやるしかなくて、それがね、めちゃめちゃ難しいんですよ。骨の位置を覚えるしかないですね。よいしょ、反対側。ここに背骨が入ってるんで、この背骨を取っていく感じですね。はい、取れました。取れてなかった。ちょっと繋がってましたね。で、ウツボはね、腹骨が入ってないんで、もう骨をすかなくてももうこのまま食べれるんですよ。はい、それでは反対側やっていくんですけども、これさっき言ったみたいに、背びれと背骨が繋がってないんで、一旦背骨だけ外していきますね。よいしょ。よし、取れた。ちなみに、ウツボのね、背骨はもう本当に大変です。とんでもない角度がついてるんで、包丁の角度をね、何回も変えないとね、切れないんですよ。めちゃめちゃ難しい。で、あと最後ね、ここ、背びれが残ってるんで、これ取っていきます。よし、取れた。これがね、背びれです。はい、ということで3番におろし終わったんですけども、僕が面白いなって思ったことが一つあって、ウツボ、ウツボがあったらもう、体に沿ってグサって打ち込んじゃったんで、もう身はだいぶ血が滲んでんだろうなって思ったんですけど、ウツボって他の魚よりでかい骨が少ないんで、ほとんど血が滲まないですね。全然身が綺麗だった。びっくりした。はい、それではね、やっていきましょうか。今回は、叩きにするんで、こんぐらいのサイズかな？背側の骨がすごいってこうみんなに見せたい。あとこの皮目に2本繋がってるものがあるんですけど、これがね骨なんですよね。なんでウツボはこのまま普通に切ると食べづらいんで、だいたい骨切りをするか、もしくはめちゃめちゃ薄く切ります。めちゃめちゃ薄く切ればこの骨もあんま気にならなくなります。それでは真ん中で分けていきます。こうやって相変わらず硬えな。ここからですね、串を刺していきます。今までね、ガスバーナーで炙っても、叩きとしては、全然美味しいかなと思ってたんですけど、ちゃんと藁で焼くと、全然ね、違ったんですよ。藁で焼いた方が、めちゃめちゃ美味しかった。なんで、今回も藁で焼きます。藁焼きなんて、どうせパフォーマンスでしょって俺思ってたんですけど、あれパフォーマンスじゃないわ。ちゃんとうめえ。よし。ちょっとね、塩を振っときますね。はい、塩を振ります。オッケー。はい、そしたらね、これ外に焼きに行きましょう。めちゃめちゃ楽しみなんだけど、これ。絶対美味しいじゃん。はい、ということでね、やっていきましょうか。もうね、藁も用意してるんですよ。よいしょ。これはね、五右衛門風呂の着火剤用に買ってます。そんなに火つかなくていいんで、なるべく空気が入らないように設置していこうかなと思ってます。マジですごいとんでもない火になるからね。オッケー。じゃあ網をセットします。じゃあウツボいきますか。ドン。じゃあ着火します。さすがに空気入らない感じにやりすぎたかも。全然火がつかん。でもな、火強すぎるとな、ボーボーにもう火事みたいになっちゃうから、多分焦げるんだよね。
やっぱなんか自然の火っていいよな。なんかもう煙た。目に染みた。かっこつけさせてくれよ。煙今来るな。煙にまで好かれちゃうわ。困っちゃうよ。よいしょ。うおー、ちょうどいい。ギリ焦げる前にひっくり返したね。長年の勘ですよ。そろそろええかもね。完成や。戻ろう。はい、それでは焼けたところでね、盛り付けていきますか。ちょっと煙を当てすぎた感があるな。いいですね。はい、まあさすがにちょっとでかすぎるんでね、ちっちゃくしていきましょうね。こっちもですね、さすがにでかいよ。はい、そしたらね、切っていきましょう。こっちはお腹側なんで、一応骨はないんですよ。まあ、とはいえね、結構弾力がある魚なんで、薄く切っていきましょう。半分に切るか。半分に切って、でもでかいな。ちょっと真ん中が空いちゃったから、なんかもろ。これでいいかな。こうして、ちょっと不格好だけどいいか。で、あともみじおろしが欲しいですね。ウツボ自体はね、結構味濃いんで、ちょっとさっぱりさせた感じで食べたいですよね。一味です。ちょっと少ないな。これ絞って、もみじおろし完成ですね。これを、この辺に置きたいよね。はい、それでは完成しました。いただきます。もうこのどでかいウツボのたたきをずっと食べたかったんですよ。めちゃめちゃ楽しみや。いただきます。めちゃめちゃ美味しいな、これ。身に関しては、マジでめちゃめちゃ弾力があって、例えるんだったらフグにちょっと近いかなっていうような感じで、皮のところはね、コリコリしてて、もうそこもアクセントになってて、もう食感がまず一つめちゃめちゃ美味しくて、めっちゃ旨味と脂がすごいんですけど、それを叩きにしたことと、ポン酢につけて食べることで、なんかめちゃめちゃちょうどいい感じになってる。めちゃくちゃ味濃いのにしつこすぎないみたいな。うわ、これうまいぞ。めちゃめちゃ美味しい。とんでもなくうめえな。なんぼでも食えるわ。うまっ。いつもね、ウツボ唐揚げにしてて、唐揚げがやっぱうまいよなと思ってたんですけど、叩きも全然うまいわ。こいつのポテンシャル結構すごいかも。めっちゃ美味しいわ。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやーもうね、めちゃめちゃ満足しました。ここまでうまいとはね、思ってなかった。本土の方にいる普通のウツボとはまた別の種類で、やっぱりね、その本土のウツボよりは、やっぱり唐揚げもちょっと味を取るなって思ってたんですけど、叩きに関しては、なんだったらこっちの方が美味しいかも。やっぱこっちのウツボの方が味が濃いんで、その分なんかさっぱり、逆にさっぱり食べれる風に料理すると、ちょうどよく美味しい。あとはね、しがてらに当たらないことをね、マジで祈ってます。はい。そこばっかりはね、もう運なんで。ということで最後に僕の宣伝をさせていただくんですけども、オンラインサロンマサルの漁業再生日記ではですね、水産加工場を立ち上げるまでの様子をですね、月に10本ほど投稿しております。まあ面白い内容となっておりますので、ぜひぜひ覗きに来てみてください。これがね、結構ね、面白い内容となってますんで、ぜひぜひ覗きに来てみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、